ボンショーパリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今回の動画では毎月第1日曜日恒例10週のブロカントに参りましょう。友人のキコさんとお散歩気分で歩きます。動画の後半では今一番ホットなパリの名所、そして美味しいものも登場します。どうぞリラックスして最後までお楽しみくださいませ。暑かったり急に寒くなったり、突然の嵐になったり、このところのパリはお天気が目まぐるしく変わりました。でもこの日曜日はよく晴れました。キコさんと私は現地集合。すると彼女はもうすでにお気に入りのものを見つけていました。これらは1枚2ユーロだったかしら。キコさんのセレクションはこちら。どれも素敵ですよね。同じスタンドに並んでいた陶磁器、アジアのものですね。中国の明の時代のもあるようなことをおっしゃってましたけど、本当かしら。一方、こちらはヨーロッパライン川の地方の修道院のものだそうです。これなど私にとっては古いように見えたんですけれど、実は20世紀のもの。わからないものですね。キコさんが目に留めてくれたこちら。そう、私が1年以上前にやはりこの10州のブロカントで購入した鉢カバーと同じ手によるものだと思います。かなり素敵と思いましたが、お値段を見るとちょっとすぐには手が出せる感じではありませんでした。毎回必ずと言っていいほどアスパラガス用のお皿を目にしますよね。しかも毎回違うデザイン。フランスでは一体どれほどたくさんのアスパラガス用のお皿が作られたことでしょう。これらのボタン、チューブに入った状態で3ユーロとスタンドのムッシュがおっしゃいました。私はとても興味があったんですが、すぐに何かに使えるというアイデアが浮かばなかったので保留にしました。この辺りにはカモのオブジェがいくつもありました。コレクターが放出したものかしら。これは何語でしょうか。このシリーズの食器を見るのは私たちにとって初めてです。これとってもインパクトがありますよね。スタンドのムッシュがとても親切に私たちに見せてくださいました。これはイギリス製のティーポット。しかもシリアルナンバーが入っているようです。ノアの箱舟がモチーフになっているんですって。なるほど、そう言われればそうですね。どことなく
ジブリの世界を思わせるような感じ。これもとっても個性的。陶器と革でできているタバコ入れなんだそうです。こちらはフランス製だそうです。この横の部分にパイプが置けるようになっているんです。1960年代のものだそうです。この右と後ろの方のは70年代、80年代のものだそうです。このバルボティーヌのオブジェもインパクトがありますよね。木の切り株の形をしています。この中に植物を植えたりして、バルコニーに置いたり、あるいはテーブルの上に置いても良いのではとムッシュ。私たちは購入には至りませんでしたけれども、こちらのムッシュの親切が本当に嬉しかったです。おや、これは私が金継ぎの教室でも使ったジアンのシリーズのお皿ですね。これは昔の洗面器でしょう。器として見るとやっぱりすごく大きいですよね。何に使えるかしらと、キコさんと私が同時に思ったのは、パン生地をこねる用途。とはいえ、私自身はやったことがないですけどね。一方、こちらは本当に小さい。ディネット、おままごと道具よりもずっと小さいですね。これらはきっとガレット・ド・ホワの中に入れるフェブでしょう。ここで私たちはシャンボル城のブロカントに連れて行ってくれた友人と遭遇しました。彼はこの素敵な額を40ユーロでゲットしたそうです。ブラボーです。このお鍋の時計、ただの飾りじゃなくてちゃんと動くんですって。ジュシュのブロカントで必ず立ち寄りたいスタンド。このチャンネルではもうすでにおなじみのマダムのスタンドです。いつもは緑色がトレードマークという感じなんですが、なんと今日はブルーがテーマになっていました。野生のスイートピーを美しく飾っていらっしゃいました。今日このスタンドがブルー一色になっていた理由は、マダムがこのお皿のシリーズを仕入れたからなんですって。それを展示するために今日はオールブルーで整えたのだそうです。私はこのタイルのシリーズを見ると、フェルメールの故郷デルフトの旅を思い出します。
こちらはなんとなく日本の桜を思い出させるような雰囲気ではないでしょうか。私はこの深いブルーがとても美しいなぁと思いました。こちらのカップは南フランスのバロリス製。この指輪に気がついたとマダム。Avec ça, ça fonctionne bien. 今日彼女は指輪までブルーでコーディネートしていたんです。なんというセンスでしょう。オーストラリアのもの35ユーロと書いてあります。こちらのスタンドには動物たちが勢ぞろいしています。布のスタンドも私たちとても気になります。例えばこの可愛らしい刺繍のシリーズは黒い額縁に入れて飾ったら素敵とキコさん。これらは昔おそらくフォークなどを入れるために使ったものなんでしょうね。こういうものもどなたかが一針一針心を込めて作ったものなんでしょうね。これはお人形の洋服かな。このトワルドジュイにキコさんも私もとても惹かれました。柄行きも魅力的ですが、質感がとっても柔らかい。紙袋がすでに可愛らしい。中に何が入っているのかしら。これはスイスのスキーリゾートのお土産物だったんでしょうね。こちらのスタンドでは日本のものも発見。これは実際日本で仕入れてこられたものだそうで、販売していた日本人のムシュはこの説明書きを添えてくれたのですって。これ私たち日本人でもちょっと読めませんね。忠臣蔵の台本でした。このカゴには一体何を入れるんでしょうね。猫ちゃんには小さいから小鳥用でしょうか。こちらもいつもとっても素敵なものがあるスタンド。ノルマンディーからいらっしゃっている出店者さんです。今日はカフェオレボールが充実していますね。どれも状態が良いような気がします。
私たちがやはり必ず立ち寄るスタンド。そう、こちらのムッシュのスタンドです。ナポレオンの帽子と思いましたら、これは昔の憲兵の制帽なんですって。こちらがその箱。だからこんな形をしてるんですね。彼のスタンドにはいつも本当に興味深いもの、他ではちょっとお目にかかったことのないようなものがあります。それを本当に親切に説明してくださる。例えばこちらのお皿、木の模様が描かれているのかと思いますよね。でもそうではないんですって。これはエルボリザッションと呼ばれる技法によるもので、化学反応によって自然にこのような模様が生まれるんだそうです。フランスでは19世紀初め頃、短い期間行われていたもの、非常に珍しいそうです。今回もまたとても充実したブロカント巡りとなりました。私たちはリュクサンブール公園の近くまで歩いて、こちらのお店でランチにしたいと思います。以前このチャンネルでご紹介したカフェサンペールのリュクサンブール店です。キコさんはアボカドトースト、そして私はこちらをお願いしてみました。どちらも美味しそうでしょ？実際とっても美味しくって、お味の方もボリューム感もとっても満足のいくお昼ご飯になりました。さて、今パリで一番ホットなアートの話題をお届けします。セーヌ川に架かるパリ最古の橋、ポンヌフ。今この歴史ある橋がなんと巨大な岩の洞窟へと姿を変えているんです。手がけたのは世界的な現代アーティスト JR。 実は当初予定されていた開幕直前、6月2日パリを襲った激しい嵐、雹によって作品が大きく損傷するというアクシデントに見舞われました。一時はどうなることかと心配されましたが、チームの懸命な修復作業を経て、予定より10日遅れた15日、待望の記者会見と開幕を迎えました。まさにドラマのような幕開けです。Déjà, merci à tous. Très très heureux qu'on soit là aujourd'hui, sous ce temps beau et doux, avec vous tous ici sur la place. On vous a prévenu en dernière minute. D'ailleurs, j'imagine que tous les commerçants ici se demandent ce qui se passe et ils le découvrent en même temps. Merci. 全長およそ120メートル、高さは最大18メートル。外から見るだけではありません。実際にその中を歩いて通り抜けることができるんです。中に一歩足を踏み入れると、視覚だけでなく音や香りまで含めて体験できる、まさに五感のアートです。会期は6月28日まで、24時間無料で体験できます。このプロジェクトの詳細は Yahoo! ジャパンに記事を書きました。概要欄のリンクからどうぞ
ご覧くださいませ。さて、ここからはとあるウィークデーに私がお誘いいただいたアペリティフの様子をご紹介したいと思います。きちんとした食事とまではいかないけれども、飲みながら軽くつまむ、それをフランスではアペリティフ、あるいはアペロと言います。私はパリ9区のお店を目指して歩いています。目指すお店はこちら、ラ・ルパ。カジュアルなイタリアンレストランです。いつも私に美味しいレストラン情報をくださるリルーさんからのご招待です。遅くなってもいいから合流してという寛大なお誘い。ところでパリのレストランはディナーの時間だと早くても7時オープン。昔は8時オープンが普通でした。で、こちらのレストランは夕方5時くらいから開いていて、軽い食事ができるんだそうです。ヤニスさんとザヒールさんのご兄弟。夕暮れ時、ドリンクを楽しみながら小皿料理をみんなでシェアしていただく。アペロの王道ですね。ストラッチャテッラ。クリーム状のチーズを自家製のフォカッチャにつけていただきます。そしてこちらはライスコロッケ。ペコリーノチーズ、トリュフクリーム、パルメザンチーズ。なんともリッチな感じでしょ。ミートボールも来ました。こうしてワイワイみんなで美味しいものをつまみながら近況報告する。気持ちのいい時間です。こういうシンプルなお料理ほど作る人のセンスや技量が現れると思いませんか？こちらのレストランはどれもみんな美味しい。今回私たちはアペリティフの回でしたので、パスタやメインディッシュはトライしませんでした。けれども、この分だとそういうものも間違いなく美味しいはず。お昼にはお得なランチメニューもあるようなので、またぜひ訪れてみたいと思います。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。昼間の時間が長い美しい緑の季節のパリをお楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたら、ぜひ高評価をお願いいたします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントでお寄せいただく温かいお言葉に、私はいつも本当に励まされております。どうもありがとうございます。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。